にちは。ノブラボの電話版ののむのむです。このビデオでは最近流行りの量子もつれとベルの不等式についてより具体的に実感できるように光子の変更現象を題材に 3D アニメーションを用いて説明を行っていきます。アインシュタインの言ったSpooky Action at a Distance とは何を指すのか、古典物理が間違っていた点はどこなのか、ベルの不等式の破れにより何が分かったのかなどを確率の視点から読み解いていこうと思います。なお、具体的な実験結果は QUED Entanglement Demonstrator などの YouTube ビデオで見ることができます。では、始めましょう。これは直線変更の光子が放出される様子で、矢印が変更方向を表します。Y 軸方向の変更を持つ光子を Y 軸方向に向けられた変更フィルターに通すと、発生した光子は 100% 変更フィルターを通過します。フィルターを90度傾けると、すべての光子がフィルターでブロックされます。フィルターの角度を45度にすると 50% の確率で光子が通過し、通過した光子の変更角は45度になります。変更フィルターの角度を0度と45度の中間の 22.5 度にした場合、角度の比率的には 75% の光子が通過するはずですが、実際に実験を行うと 85% の光子が変更フィルターを通過します。また逆にフィルターの角度をさらに深くし、45度と90度の中間の 67.5 度にした場合、比率の 25% より少ない 15% の光子のみがフィルターを通過し、残りの 85% の光子はフィルターでブロックされます。光子とフィルターの角度の差と光子の通過確率の関係は比例関係ではなく、このグラフに示すようなコサインスクエア関数で表されます。これは量子的な振る舞いにおいてよく見られる現象です。量子もつれの実験では、エミッターから無変更の光子を射出します。無変更の光子は Y 軸方向の直線変更と X 軸方向の直線変更の重ね合わせ状態にあると考えられます。この重ね合わせ状態は光子が変更フィルターに衝突した時点で収縮し、フィルターと同じ方向の直線変更に変化します。この時の光子とフィルターの衝突が光子の観測になります。無変更の光子は 50% の確率で変更フィルターを通過します。通過した光子の変更は変更フィルターの方向と同じになります。変更フィルターを45度に回転させても光子の透過率は 50% で変わりません。変更フィルターを90度回転させても光子の透過率は 50% のままです。次に A 側に2つ目の変更フィルターを設置します。無変更の光子は最初のフィルターを 50% の確率で通過し、フィルターと同じ方向の直線変更に変わります。そして直線変更の光子として2つ目のフィルターを通過します。2つ目のフィルターを45度傾けると、1つ目のフィルターを通過した光子のうち、さらに半分がブロックされます。2つ目のフィルターの通過率は、すでに説明しましたように、2つのフィルターの角度差のコサインスクエアになります。さて、準備は整いましたので、次にいよいよ量子もつれ関係にある光子ペアを用いた場合の説明に移ります。理解を容易にするために、最初に現在主流のコペンハーゲン解釈に基づいた光子の振る舞いの説明をします。そしてその後で
アインシュタインがこの講師の振る舞いのどの点を問題視していたかを示し、さらにその疑問がどのように解決されていったかを順に見ていくことにします。上部の青いボックス内の光学回路で処理が行われて、エミッター A とエミッター B から量子もつれ状態にある光子ペアが同時に出力されます。紫色のスパイラルが2つの光子が量子もつれ状態にあることを表しています。A 側で光子が偏光フィルターに衝突すると偏光状態が収縮し 50% の確率でフィルターを通過します。フィルターを通過した光子はフィルターと同じ方向の直線変更に変わります。この時 A 側での光子の収縮と同時に量子もつれ関係にある B 側の光子の変更状態も収縮すると考えられます。B 側の光子も同じ直線変更になり、A 側の光子がフィルターをパスした場合は A 側のフィルターと同じ変更方向になり、A 側の光子がブロックされた場合は A 側のフィルターと直行する変更方向に変わります。フィルターを45度傾けると B 側の光子の変更方向もこれに合わせて変化します。A 側のフィルターがどのような角度に設定されていても A 側で光子がパスした場合 B 側の光子はフィルターと同じ変更方向になり、ブロックされた場合フィルターと直行する変更方向に変わります。ただし、この B 側の光子の変更方向の収縮を視覚的に確認できるわけではありません。実際に観測が可能なのは、この動画に示すように、光子を新たに設置した B 側のフィルターに通すことで得られるパスフェイルの結果だけです。例えば、B 側にも A 側と同じ Y 軸方向を向いた変更フィルターをセットすれば、A 側のフィルターを通過した光子のペアの光子は 100% の確率で B 側のフィルターを通過し、A 側のフィルターでブロックされた光子のペアの光子は B 側でも必ずブロックされます。このビデオは実際に観測できる内容だけを表しています。では、なぜコペンハーゲン解釈では先ほどのような B 側での光子の収縮を予測したのでしょうか。それは B 側のフィルター角度と光子の通過率の関係がコサインスクエア関数で表されることが実験的に分かったからです。22.5 度の角度差で 85% の通過率が得られるとすると、フィルターに入射する光子が無変更のままではなく、すでに直線変更に収縮しているとしか考えられません。これをビデオに表現したのがこのコペンハーゲン解釈を説明するアニメーションになります。アインシュタインは A 側での光子の変更方向の収縮が瞬時に B 側に伝わるように見えるこの現象に大きな疑問を抱きました。量子もつれの光子ペアは別々の方向に射出することも可能ですので、例えば A 側の変更フィルターと B 側の変更フィルターを何万光年も離れた場所に置くことも可能です。その場合、一方の光子の変更方向が光速を超えてもう一方の光子に瞬時に伝わることになり、相対性理論の過程が崩れるように見えます。このような光速を超える情報の伝達をアインシュタインは Spooky Action at a Distance 奇妙な遠隔作用と呼びました。ただし、アインシュタインが生きている間、この奇妙な遠隔作用を実験で確かめることはできませんでした。しかしながら、アインシュタインは当時すでに量子力学の方程式の解にこの奇妙な遠隔作用が含まれることに気づいていました。それで量子力学はまだ不完全なのではないかと疑っていました。また、アインシュタインは
この無変更の公式が持つ変更方向の不定性も疑っていました。実は我々がまだ知らない法則があって、それによりフィルターに衝突する時の公式の振る舞いは決定されるのだが、我々がまだその法則を知らないだけではないかと考えていました。以下ではまず、アインシュタインが信じた徹底論的な古典物理モデルに従い、もつれた公式の変更方向が事前に内部的に決められているとしたら、どのような実験結果が得られるはずであるかを見ていきます。無変更の公式の変更方向は不確定ではなく、あらかじめ公式ごとに決まっていると仮定します。このアニメでは、その隠れた内部方向を矢印を重ねて表しています。変更フィルターはその置かれた方向からプラスマイナス45度の範囲の内部変更方向を持つ光子だけを通過させると考えます。また、量子もつれの状態にある光子ペアはこの内部方向が同じであると考えます。そうすると、A、B 別々の場所にある変更フィルターに対して同じ内部方向を持つ光子は同様に通過あるいはブロックされることになり、現象を説明することが可能になります。B 側のフィルターを90度傾けると、フィルターの穴の部分の重なりがなくなり、A と B を同時に通過する光子ペアはなくなります。B のフィルターの角度を45度に設定すると、穴の重なりの面積が半分になりますので、光子ペアの 50% が両方のフィルターを通過するようになります。残念ながらこのモデルが実験と一致するのはここまでです。B 側のフィルターの角度を例えば 22.5 度に設定した場合、2つのフィルターの重なりの面積は 75% になります。しかしこの場合、実際の実験では 85% の光子が両方のフィルターを通過します。B 側の光子は一度も変更フィルターを通過していないのに、A 側の光子と同じ特性を持つということです。では、通過確率がコサインスクエア関数であれば、量子もつれ現象を説明できるのでしょうか。この2番目の古典物理モデルでは、X 軸方向の直線変更の光子ペアと Y 軸方向の直線変更の光子ペアを両方のエミッターから交互に射出しています。この場合、両側のフィルターの通過確率は量子もつれの光子ペアと完全に一致します。ではやはりアインシュタインの言うように古典物理モデルで現象を説明することは可能なのでしょうか。試しに両側のフィルターの角度を同じにしてみましょう。角度が両方とも0度であれば、両側の光子のパスフェイルは完全に一致しますので、量子もつれ現象と同じ結果になります。しかし例えば、このビデオのように角度を45度に揃えた場合はどうなるでしょうか。量子もつれ状態の光子ペアの場合、フィルターの角度が同じであれば、そのパスフェイルは完全に一致するはずです。しかし、この古典物理モデルの場合、X 軸変更の光子も Y 軸変更の光子も 50% の確率で両側のフィルターを通過することになります。しかし、その際にパスフェイルを両側で一致させるための情報がありません。このため、このモデルではパスフェイルが一致する確率は 50% になり、量子もつれの結果を説明することができないということになります。無変更の光子は X 軸変更の光子と Y 軸変更の光子の重ね合わせで生成されますが、生成された光子は360度のどの方向に関しても均質な挙動を示します。量子もつれ現象を説明するモデルはこの等方性を満たさなければならず、2番目のモデルはその条件を満たしていません。
最初の古典物理モデルでは、フィルターの角度が両側で等しい場合は、光子ペアのパスフェイルを 100% 一致させることができました。しかし、フィルターに角度差がある場合には、通過確率が角度差に比例してしまい、量子現象特有のコサインスクエアの透過率を実現できませんでした。2番目のモデルでは、光子ペアの変更方向を 50% の確率で XY 軸方向に切り替えることで、コサインスクエアの透過率を実現できましたが、A 側のフィルターを Y 軸方向以外に切り替えると、等方性がないことが分かりました。ベルはフィルターの角度が3種類ある場合に古典物理モデルが満たさなければならない条件式を求め、量子現象が古典物理の範囲内にあり、表現できる古典モデルが存在するはずであることを証明しようとしました。0度と 22.5 度に加えて45度の角度で変更フィルターを設定し、通過するかどうかのテストを行います。それぞれのテストをアルファ、ベータ、ガンマと呼ぶことにします。この3つから2つのテストをランダムに選び、A 側と B 側に設定してパスフェイルをチェックし、この集合図で集計します。この時、右に示す確率の不等式が成り立ちます。赤線で書かれたバーはテストのフェイルを表します。この不等式をベルの不等式と呼びます。不等式の第1項は、ペアの光子の片方がアルファのフィルターを通過し、もう一方の光子がベータのフィルターでブロックされる確率です。これは左の集合図の青いエリアで表されます。不等式の第2項は、ペアの光子の片方がベータのフィルターを通過し、もう一方の光子がガンマのフィルターでブロックされる確率を表します。これは左の集合図の赤のエリアになります。不等式の右辺は、一方の光子がアルファのフィルターを通過し、ペアのもう一方の光子がガンマのフィルターでブロックされる確率になります。これは左の集合図の紫の網掛けのエリアで表されます。集合図からわかるように、紫のエリアは赤と青のエリアに完全に含まれていますので、その確率は必ず赤の部分と青の部分を足した確率より等しいかまたは小さくなるはずです。実はこのベルの不等式の集計には一つトリックがあります。例えばアルファ、ベータの2つのフィルターから第1項の確率を求める場合、ガンマのフィルターのパスフェイルはわからないので、この図の水色の部分と紺色の部分の確率を別々に求めることはできません。しかし、ベルの不等式ではこの2つの部分を合わせた確率さえ分かればよいので、水色と紺色の比率が分からなくても、この集合図に従って確率を正確に求めることができます。そしてアルファ、ベータ、ガンマのフィルターのパスフェイルから集計されたデータがこの集合図で表現可能であれば、ベルの不等式を必ず満たすはずです。では実際にこのベルの不等式が成立するかどうかを見てみましょう。計算を分かりやすくするためにブロックする条件を角度で書いてみます。それぞれのフィルターの角度を90度進めるとパスとフェイルの発生が逆になります。例えばアルファバーのフィルターを通過する光子はアルファのフィルターでブロックされる光子になります。これによりブロックの条件をパスに置き換えて考えることができます。これは初めに紹介しましたフィルターに扇形の隙間がある内部方向モデルの場合です。アルファとベータバーは 112.5 度離れていますので、通過する光子の一致率は 25% です。半分の光子はフィルターでブロックされますので、通過する光子は入力の 12.5% になります。
ベータとガンマバーも同じ 112.5 度の差がありますので、通過する光子は入力の 12.5% になります。アルファとガンマバーは135度離れていますので、通過する光子は入力の 25% となり、ベルの不等式を満たしていることがわかります。次に2番目の古典物理モデルの場合を考えてみましょう。このモデルでは射出されるペアの光子が 50% の確率で両方とも0度あるいは90度の変更角を持ちます。光子ペアの変更角が0度の場合、アルファのフィルターは 100% の確率でパスし、ベータバーのフィルターは 15% の確率でパスします。また、変更角が90度の場合、アルファのフィルターで全てブロックされます。射出される光子ペアの2つに1つが0度の変更角を持ちますので、ベルの不等式の第1項の確率は 15% の半分の 7.5% になります。また、第2項の計算では、0度の光子ペアがベータのフィルターを通る確率と、ガンマバーのフィルターを通る確率との積と、90度の光子ペアがベータのフィルターを通る確率とガンマバーのフィルターを通る確率との積を足して2で割ることで確率は 25% と求まります。ベルの不等式の右辺の確率も同様の計算で 25% になりますので、この場合もベルの不等式が成立していることがわかります。では、実際に量子もつれ状態にある光子ペアの場合はどうなるでしょうか。アルファとベータバーは 112.5 度離れていますので、この場合の一致率は 15% になり、入力の光子ペアの 7.5% が両方のフィルターを通過することになります。同様にベータとガンマバーの通過率も 7.5% ですので、ベルの不等式が破れていることがわかります。古典物理モデル1は、両側のフィルター角度の変化に対して通過確率が等方的になるように作られていますが、両側のフィルターの角度差と通過確率との関係をコサインスクエアにすることはできず、その結果、第1項と第2項の確率が 12.5% になってベルの不等式が成立します。古典物理モデル2では、A 側のフィルターが α、すなわち0度の場合は通過確率がコサインスクエアになり 7.5% の通過確率が得られます。しかし、A 側のフィルターをベータに変更し、その角度が 22.5 度になると、A 側と B 側の角度差は第1項と同じ 22.5 度であるにもかかわらず、通過確率が 25% に変わってしまいます。しかしながら、これにより結果的にベルの不等式が成立します。これに対し、実際の量子もつれの場合は、基準となる A 側のフィルターの角度を変えても、フィルターの角度差に対する通過確率が常にコサインスクエアになり、これによってベルの不等式が破られると考えられます。では、なぜこのベルの不等式の破れがそんなに重大なのでしょうか。ベルの不等式が破れるということは、アルファ、ベータ、ガンマのテスト結果が独立でないことを意味します。それはこの図に示すように集合図にガンマの結果を追加することができないということです。ガンマのテストを行うと、それまでのアルファ、ベータの結果が変わってしまうのです。もしガンマのフィルターが例えばアルファ、ベータのフィルターの前に挟み込まれているのであれば、一つの光子がガンマとアルファあるいはベータのフィルターを二重に通過しますので、結果が独立していなくても問題はありません。しかしながら、量子もつれの実験では、ガンマのフィルターは常に他のフィルターと別の側に設定されますので、その結果がアルファとベータの集合図に影響を与えるはずがありません。このように、ベルの不等式の破れは、別々の場所にあるフィルターが相互に影響を与え合うことを示しています。
これは古典物理ではありえない現象ということになります。Spooky Action at a Distance は量子の世界には実在するということです。量子もつれ実験の結果がベルの不等式を満たせば、量子現象が古典物理のモデルで記述可能なはずでした。また、そうであれば、スプーキーアクションは存在せず、コペンハーゲン解釈にも修正が必要なはずでした。しかし、量子もつれ実験の結果がベルの不等式を破り、量子現象が古典物理の範囲を超えていることが分かり、2022年のノーベル物理学賞が授与されました。では、アインシュタインが危惧していたように量子もつれを用いて光速を超える通信を行うことはできるのでしょうか。今またコペンハーゲン解釈に基づいたアニメーションをお見せしていますが、 B 側で光子の変更方向が収縮するこのアニメーションは想像上のもので、実際にこの現象を観察することはできません。これはあくまで A 側で光子がフィルターを通過したら同じ変更方向に収縮しているはず、ブロックされたら直行方向の変更に収束しているはずという想像上のアニメーションです。もし A 側の光子のパスフェイルがわからなかったら B 側の光子の収縮した後の変更方向を知る手段はありません。それを表現したのがこのアニメーションになります。ただここでもまだ説明のために余分な情報を表示しています。もし A 側が何万光年も離れていて全く見えないと思ってみてください。今 B 側のフィルターに到着した光子のペアの光子が A 側のフィルターを通過したのか、あるいはブロックされたのかも全くわからないことになります。この場合、例えば B 側の光子の通過確率を集計しようとしても、A 側でパスした光子のペアとフェイルした光子のペアを別々に集計することができませんので、結局 85% と 15% の平均の 50% の通過確率しか B 側では得ることができません。光の明るさが半分になるというこの現象は、無変更の光子が変更フィルターを通過する場合には必ず見られる現象ですので、結局 B 側では A 側の情報は何も得られないことになります。つまり A 側での光子のパスフェイルが完全にランダムであることで、 A 側から B 側への光速を超えた情報の伝達が不可能になっているということです。Spooky Action at a Distance、 奇妙な遠隔作用が相対性理論の過程を覆すことは結局なかったのです。いかがでしたでしょうか。量子力学を理解しようとすると、いかに我々の理解が古典的な物理の論理に縛られているかを思い知らされます。例えば、A 側の光子の変更方向の収縮が瞬時に B 側の光子に伝わるように見えるアニメーションを見ると、光速を超える通信が実現できるように思えてしまいます。でも、それが可能なのはA 側で光子が変更フィルターをパスしたかブロックされたかを知っている場合だけです。量子力学ではこの結果はランダムで予測は不可能です。また A 側の光子のパスフェイルは予想できないだけではなく、制御してどちらかを強制することもできません。これは量子もつれ関係を通して A 側から B 側を制御することはできないことを意味します。コペンハーゲン解釈のアニメーションを古典的意味で捉えると、もつれた世界を瞬時に制御できるようにも思えます。しかし実際には
こちら側の波動関数の収縮を制御することができないので、向こうの世界を制御することもできないのです。アインシュタインは神はサイコロを振らないと言いましたが、実際は神がサイコロを振ることで量子もつれ現象が成立し、それによりこの世界が存在しているのです。この世界はなんと巧妙にできていることでしょう。このビデオは主に自分の記憶を保管する目的で作成したものですが、もしご指摘などあればコメントをいただけると嬉しいです。ではまた次のビデオでお会いしましょう。